どうもお疲れ様です。ババログです。7月も前回の動画から更新がかなり空いてしまい、毎回不定期投稿にもかかわらず、いつもババログをご覧いただきありがとうございます。今回は7月動画をお休みしていた理由と皆様にお礼が言いたくてこの動画を撮っています。タイトルやサムネの通り少しちょっと穏やかじゃない内容なのでびっくりされた方も多いかと思いますが、実は最初の足のむくみが原因で入院をしておりました。病名は深部静脈血栓症から来る肺血栓塞栓症、エコノミークラス症候群といった方が分かりやすいかもしれません。肺血栓塞栓症とは、主に足の静脈にできた血の塊が血流に乗って流れ、肺動脈で詰まることによって生じる肺循環障害です。主に循環器の三大救急疾患の一つで、発症すると突然の息切れ、呼吸困難、胸の痛み、失神といった症状が現れ、大きい血栓によって肺動脈が塞がれた場合には突然死に至ることもあるという危険な病気です。このむくみの動画をインスタのストーリーズにアップしなかったら、もしかしたら命を落としてたかもしれないという危険な状態でした。女性にとってむくみは当たり前に起こりうることですが、ちょっとおかしいむくみを放っておくと大変なことになるということを知ってもらいたいと思い、いつもの動画をアップする前に注意喚起としてこの動画を作ることにしました。こう言うとかなりご心配をかけてしまうかもしれませんが、現在は通院で薬を飲んで治療中で快方に向かっています。いつも通りの生活を送り元気なので、どうぞご心配なさらないでください。以前からインスタをフォローしていただいている方は経緯をご存知だと思いますが、きっかけは6月30日の日曜日に何気にインスタのストーリーズに投稿した足のむくみの動画でした。押しても戻らない足の甲のむくみを見てほしくて何気に動画をアップしたら、たくさんの方からすぐに病院に行ってくださいという DM が届きました。右足だけということに反応してくださった方が多く、具体的にこのむくみは危険とアドバイスしてくださる医療関係の方や、身内に同じ症状の方がいて危険な状態だったという内容のものもあり、私もさすがにちょっと危機感を感じ、翌日病院に行くことにしました。初めてこのチャンネルをご覧になった方もいらっしゃるかと思いますので、私の年齢や性別、仕事など自分に置き換えて比べる材料として少し自己紹介をさせていただきます。私は現在49歳で一人暮らしをしている女性です。仕事は本業はアクセサリーデザイナーでオンラインショップを運営しており、副業としてこのように YouTube 活動もしています。どちらもすべて自宅で仕事をしている在宅ワークになっています。アクセサリー制作、オンラインショップ、YouTube の編集作業、すべてデスクワークでずっと座って家に出ない日がほとんどになっています。運動は週1でパーソナルトレーニングとして筋トレをしています。ここまでは同じ状況の方もいらっしゃるかもしれませんが、少し違うのが、私には持病が2つあります。2年前の2022年にステージ1にもならない早期発見で子宮体がんが見つかり、子宮と卵巣全摘出とリンパ節切除をして、幸い放射線治療もせず、現在半年に1回の経過観察中です。もう一つは26歳の時に膠原病という自己免疫疾患の全身性エリテマ等です。通称 SLE という病気になり、こちらはステロイドを使用して現在も治療中です。今回はこの SLE で服用しているステロイドの副作用が原因だったと考えられるそうです。子宮体がんなどの経緯は動画を以前作ってますので、今回は省略させていただきます。気になる方はリンクを貼っておくので、そちらの動画をご覧になってください。話は戻りますが、第一に至る前に病院に行って治療を受けることになった経緯を時系列で説明していきます。実は4月末頃からこのむくみと同時に足首の関節痛も1ヶ月以上続いていました。足首の関節痛があまりにも長く続くので、もしかしたらひびが入っているのかもと思い、整形外科に行ってレントゲンを取ってもらいましたが、骨には問題がなく、もしかすると膠原病の症状の一つのリウマチかもしれないということになり、5月末に行った2ヶ月に1回の持病の SLE の定期検査で主治医に伝えると、
リウマチの可能性があるかもしれないとなり、むくみもその影響からだろうということで 10mg だったステロイドを 15mg に増やすことになりました。その日は一緒に子宮体がんの定期検診で CT を取っていろいろ検査をしましたが、こちらは再発もなく問題なしということで、子宮体がんについては初期で見つかったこともあり、ほぼ心配せずに過ごしています。実際ステロイドを増やしたことにより関節痛が和らぎ、やっぱりリウマチだったんだと納得をしてしまいました。ただむくみは相変わらず続いていたけど、日常生活に支障もなく元気に過ごしていたので、いつものステロイドの副作用と軽く考えて1ヶ月普通に過ごしていました。そんな中、インスタのストーリーで上げたむくみの動画でたくさんの方からアドバイスを受け、いろいろちょっと考えてみると、むくみの原因として持病から来るリウマチかと思い込んでいましたが、もしかしたら子宮体がんの時にリンパ節の切除も行っていることから、リンパ浮腫の可能性があるかもしれないとまず思いました。今までの検査で問題がなく気にしていなかった子宮の方に問題があるのかもと思い、いつもの病院まで行くのはちょっと遠く、行く時間もなかったので、インスタのストーリーズを上げた翌日の7月1日の月曜日に、まずは近くの婦人科で見てもらうことにしました。自分が SLE ということと、子宮体がんで子宮と卵巣、リンパ節を切除しているということ、右足だけがむくむという事情を説明して、内診と血液検査をしてもらいました。内診とその日に出る血液検査は特に問題がなく、その日に結果が出ない血液検査だけ2日後に電話で連絡をもらうことになり、その日は終了しました。むくみ以外はとにかくしんどいということもなく、日常生活を普通に送れる状態だったので、婦人科系も問題ないということだったら、やっぱり自分の生活習慣を見直さないとなぁと軽く考えていました。そして2日後の7月3日水曜日、婦人科の先生から D ダイマーという血栓を調べる数値が異様に高いので、大きい病院の循環器科に行って調べてもらってくださいと連絡がありました。その D ダイマーという数値は通常1以下らしいのですが、私は8というかなり大きな数字だったようです。翌日の7月4日木曜日、朝から近くの大きな病院の循環器科へ向かいました。当然予約もなく初めての受診だったので、検査までかなり待ちましたが、まず血液検査、そして足の静脈エコーの検査をしてもらいました。むくみの検査では通常問題ないことが多いので大丈夫ですよと説明を受けていたのですが、静脈エコーで右足のみに大きな血栓があることが分かりました。足に血栓があるというその時点での病名は深部静脈血栓症。血栓症とは血の塊によって血管が塞がれる病気です。深部静脈血栓症とは太い静脈の中に血栓ができる病気で、私の場合膝の上あたりにかなり大きな血栓が見つかったようです。すぐに診察室に呼ばれ、血液検査の結果も D ダイマーの数値がやはり異常なことと、足に大きな血栓が見られるということで、造影剤を入れて肺の CT を取りましょうとなり、造影剤を入れて CT を取ってからさらに状況が一変しました。急に車椅子に乗せられて、また診察室に移動。どうやら肺に小さな血栓がすでに飛んでいたようで、即緊急入院となりました。肺に血栓があるということで、息苦しくなかったですかと聞かれましたが、そういえば階段を上るときいつもより息切れしてたなというくらいで、年齢のせいもあるし、体力の問題と気にしていなかったし、去年からこれも持病の SLE が原因で胸膜炎という肺の周りに水がたまるという病気を繰り返したこともあったので、この息苦しさは胸膜炎の原因によるものだと思っていました。この時は状況が理解できず、せめて仕事の整理をしてからと思って、明日からでいいですかとのんきなことを言ってしまいましたが、何かの弾みで足の血栓が静脈を通って肺や心臓にまた飛んでしまったら、突然死の可能性が大いにあるというかなり危険な状況だったようです。今まで正直本当に生きててよかったという感じでした。結果的にこの血栓ができた原因は持病の SLE で服用しているステロイドの副作用でした。
幸いまだ肺に飛んでいた血栓が小さく深刻な状況ではなかったため、絶対安静ではありましたが、入院をして血をサラサラにする薬を飲んで血栓を小さくする治療をし、数値も安定したので1週間の入院で退院することができました。あの時ストーリーズにむくみの動画を上げていなかったら、たくさんの方に病院に行ってという DM をもらってなかったら、今頃どうなっていたかと震えが止まりません。7月は退院後も少し休養させていただいたため、動画の更新ができずお待たせして申し訳ありませんでした。今回の件でインスタのフォロワーの皆様、視聴者の皆様には感謝しかありません。本当に命の恩人です。ありがとうございました。YouTube をしていなかったらここまでの反応をもらえてなかったかもしれないので、これからも YouTube を続けていこうと強く思った人生の岐路でもありました。これからもマイペースではありますが、いつも通りファッション、インテリア、Vlog などいろいろアップしていくので、これからもどうぞよろしくお願いします。また忙しい毎日を送っているかと思いますが、少しでも体調がおかしいと思ったらネットの情報だけで自己判断せず病院へ行ってください。子宮体がんが見つかった時も生理不順でおかしいと思って行って調べてもらったら、たまたまかなり初期の段階で運よく見つかり、子宮全摘出の手術で放射線治療もせず経過観察のみで過ごせています。ほんの数日で人生が変わる可能性があるので、あの時病院に行っていればでは遅いです。病院へ行って改善が見られなかったら別の病院へ行くことも大事だと思いました。現在は通院で血をサラサラにする薬を飲んで血栓を小さくする治療をしています。血栓を作らないためにも足をしっかり動かして筋肉をつけることも重要なようで、水分もたくさん摂るようにしています。あとは一日一日悔いのないように楽しく過ごすこと。明日があるかどうかは本当にわからないと実感したので、やっぱり欲しいものはすぐ買って後悔のないように生きていきたいと思います。いつもと違う真面目な動画になりましたが、最後までここまでご覧いただきありがとうございました。今体調の不安などなくても、まさか自分がということは何事に関しても本当にないということを、この動画をきっかけに心に留めておいてもらえたら嬉しいです。最近はもう信じられないぐらいの暑さが続いていますので、特に今は熱中症にはお気をつけください。次回からはまた楽しい動画をアップしていきますので、どうぞお楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。